人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。もしも森で遭難した時、どう行動するべきか。1、森での遭難とは何か。森は自然の美しさと冒険を求める人々にとって魅力的な場所ですが、その一方で危険が潜んでいる場所でもあります。森で遭難するとは、何らかの理由で自分の位置を見失い、安全な場所に戻れなくなった状況を指します。道に迷ったり、天候が急激に変化したり、怪我をして動けなくなった場合などに、森の中で孤立することが遭難の典型的な例です。森での遭難は以下の要因で非常に危険です。1、道に迷う可能性。森の中では景色が似ているため、方向感覚を失いやすく、一度道を見失うと自力で戻ることが困難になります。2、天候の急変。特に山間部や広大な森林では天候が急変することがあり、雨や雪、霧により視界が悪化し、さらに迷子になるリスクが高まります。3、動植物の危険。クマやヘビ、危険な昆虫など命の危険を伴う動物との遭遇や毒性のある植物への接触も遭難時のリスクです。4、水と食料の枯渇。遭難中は食料や水の供給が途絶えることが多く、これにより脱水症状や飢餓に陥る危険性が高まります。5、低体温症や日射病。気温が極端に低かったり高かったりすると、体温調整ができずに体力が急激に消耗し、命を危険にさらすことがあります。このような状況に陥った場合、生き残るためには適切な知識と技術が必要です。遭難が発生した場合、冷静に行動し、以下に説明する技術や知識を生かして救助が来るまでの間、自分を守ることが重要です。2、世界で発生した有名な森での遭難事例。森での遭難は世界中で発生しており、以下に過去に実際に起こった著名な事例を紹介します。それぞれの事例から遭難時に何が起こり、どのようにして生還したのか、またどのような教訓を学べるかを考察します。2.1、アメリカアパラチア山脈の失踪事件。2013年、アメリカのアパラチア山脈で67歳のジェラルディン・ラージが道に迷い、2週間以上森の中で孤立しました。彼女は途中で携帯電話のバッテリーが切れ、さらに地形の把握が難しいエリアに入り込んでしまいました。彼女は食料が底をつき、ついに体力を失い、その後遺体として発見されました。この事件からは、事前に道具を準備し、道に迷った際にすぐに引き返すことの重要性が強調されます。2.2、オーストラリアタスマニアの探検隊遭難。1998年、タスマニアで探検を行っていたグループが悪天候に見舞われて10日間森の中で孤立しました。彼らは水源を見つけ、持参していた食料を計画的に消費することで生き延びました。彼らはキャンプ地から移動せず、火を起こし、救助信号を定期的に発信することで最終的に救助されました。この事例は、移動せずに救助を待つことが有効な戦略であることを示しています。2.3、日本屋久島の観光遭難。2015年、屋久島で観光をしていた50代の夫婦がコースを外れ、5日間にわたって遭難しました。彼らは水源を確保できず、体力が限界に達する前に救助されました。
この事例では事前のルート確認と水の確保がどれほど重要かが示されました。また携帯電話の圏外での緊急時の対策も改めて課題として浮き彫りになりました。3. 生還者のエピソード。次に世界各地で森で遭難した人々の実例を紹介します。彼らがどのようにして生き延びたのかを遭難期間が短いものから順に説明します。3.1 リサ・ウィリアムズ27歳、アメリカ、ハイキング中。リサはアメリカのコロラド州でのハイキング中、コースを外れて道に迷いました。彼女は1日半ほど孤立しましたが、持参していた非常食と水を計画的に消費し、太陽の位置から方角を確認しながら元のルートに戻ることができました。また家族に事前に行き先を知らせていたため、すぐに救助が始まり無事に発見されました。3.2 ジョン・マーチン33歳、カナダ、キャンプ中。ジョンはカナダの森でキャンプ中に道を見失い3日間孤立しました。彼は持参していた地図とコンパスを使い、近くの川に沿って移動することで道を探しました。最終的に彼は道路にたどり着き無事に救助されました。彼の冷静な行動とサバイバルスキルが生還の鍵でした。3.3 アリサ・シュミット24歳、ドイツ、トレッキング中。アリサはドイツの黒い森でトレッキング中に道に迷い4日間を森の中で過ごしました。彼女は動きを止めることを選び、持っていた水と食料を少量ずつ消費しながら救助を待ちました。彼女は最終的に救助ヘリに発見され無事に生還しました。3.4 ビクトリア・クロス40歳、イギリス、冒険旅行中。ビクトリアはアマゾンのジャングルで冒険旅行中にガイドとはぐれて6日間をジャングルで過ごしました。彼女は現地の動植物に関する知識がほとんどなかったものの、現地の植物を利用して水を確保し、食料は最小限のもので生き延びました。彼女の救助は幸運にも早い段階で行われましたが、緊急キットが彼女の生存に大きく貢献しました。3.5 アレックス・カーター29歳、オーストラリア、ハイキング中。アレックスはオーストラリアのアウトバックで迷い7日間孤立しました。彼は乾燥した環境で水を確保することが困難でしたが、幸運にも湧き水を発見し、これで水分を補給しました。彼は体力を節約しながら夜間に行動し、昼間の高温から避難することで生き延びました。3.6 マックス・ロバートソン35歳、アメリカ、山岳探検。マックスはアメリカのロッキー山脈で探検中に遭難し9日間孤立しました。彼はサバイバル訓練を受けていたため、焚き火を起こして体温を維持し、食料も計画的に消費しました。彼の行動が彼の命を救った要因でした。3.7 サラ・オコンネル32歳、アイルランド、写真撮影中。サラはアイルランドの森林で写真を撮影している最中に道を見失い10日間を過ごしました。彼女は近くの川沿いに避難し、焚き火を起こして暖を取り、続きです。3.7 サラ・オコンネル続き。サラは川で魚を捕まえて食料を確保し、森の中で過ごした日々は寒さと飢えとの戦いでした。彼女の生還において冷静さを保ち、状況を見極めながら限られたリソースを最大限活用した点が非常に重要でした。最終的にサラは救助隊により無事救出されましたが、その経験は多くの教訓を残しました。4. 森での遭難を克服するための技術と方法。森での遭難を生き延びるためには事前の知識と技術が不可欠です。これまでの実例から学んだ特に効果的だった11の技術と方法を紹介します。1. 事前に行き先を他人に伝える。出発前に行き先と帰宅予定時間を信頼できる人に伝えることが迅速な救助活動につながります。
リサ・ウィリアムズのように事前に行き先を伝えておいたことで遭難から迅速に救助される可能性が高まります。2、地図とコンパスを携帯する。ジョン・マーチンが実践したように森では GPS が使えなくなる可能性もあるため、地図とコンパスを使いこなすスキルが非常に重要です。位置の把握と近くの水源や避難場所を探すのに役立ちます。3、水の確保。水は生存において最も重要な要素の一つです。アレックス・カーターのように湧き水や川の水を見つけることができれば体力を維持することができます。フィルターや煮沸による水の浄化技術を持つことも非常に有効です。4、食料の管理。持参していた非常食や現地の食料魚、果実などを少量ずつ消費することで長期間の遭難にも対応できます。サラオコンネルのように川で魚を捕まえる技術があると生存率は格段に上がります。5、焚き火の技術。焚き火は暖を取るだけでなく救助隊に自分の位置を知らせるための煙を上げる手段としても効果的です。マックス・ロバートソンは焚き火を利用して体温を維持し救助が来るまでの間安全な環境を確保しました。6、風向きと日光の利用。太陽や風を利用して方角を確認することが重要です。リサ・ウィリアムズのように太陽の動きを利用して方位を判断する技術を持つことが正しい方向に戻る助けになります。7、救助信号の発信。明るい色の衣服や反射素材を使って救助信号を作ることが救助の早期発見につながります。また焚き火の煙や鏡で太陽光を反射させて目立つようにすることも有効です。8、移動しないで救助を待つ。動き回るとさらに迷う可能性があるため移動を避けて安全な場所で救助を待つのが有効な場合もあります。アリサ・シュミットのように動きを最小限にして体力を温存し定期的に救助信号を出すことで救助隊に発見されやすくなります。9、緊急用の装備を持参する。ビクトリア・クロスが使用した緊急キットのようにサバイバルに必要な最低限の道具ナイフ、ロープ、ライト、緊急シートなどを持ち歩くことで予想外の事態に対処できます。10、体力と精神力を温存する。長期間の遭難では体力を無駄に使わず冷静に状況を分析し行動することが生存の鍵です。アレックス・カーターのように夜間に行動し昼間の高温から避けるといった戦略が有効です。11、自然のリソースを利用する。ビクトリア・クロスが実践したように植物や動物を利用して水や食料を確保する技術はジャングルや森の中でのサバイバルに非常に役立ちます。現地の自然環境を理解し適切にリソースを活用することが重要です。5、森での遭難を克服するためのユニークな方法。森での遭難を克服するために以下の3つのユニークな方法を提案します。1、植物を利用した水の確保。植物の葉から露を集めたり草や木の根から水分を得る技術は乾燥した環境でも水を確保できる方法です。特に夜間、植物の表面に結露ができるためそれを布などで吸収し絞って水を得ることができます。2、音の反響を利用した方向確認。森の中では視界が悪くなるため遠くの音を聞き分けることで方向を判断することができます。川の流れる音や動物の声、人間の声などを耳で捉えその方向に向かって移動することで脱出の手がかりを得ることが可能です。3、自然物を利用した即席シェルター作り。森の中では自然物枝、葉、岩などを使ってシェルターを作り雨や風から身を守ることが重要です。特に濡れて体温を奪われることを防ぐために簡易シェルターは効果的です。木の枝や葉を使って屋根を作り乾燥した場所を確保することで体力を温存できます。6、締めくくり。森で遭難した場合の励ましとアドバイス。森での遭難は恐ろしい体験になる可能性があります。しかし最も大切なことは
冷静さを保ち、自分の知識や技術を最大限に活用することです。焦らずに適切な行動をとることで、生還の可能性は大いに高まります。具体的なアドバイス。冷静さを保つ最初に恐怖心に襲われるかもしれませんが、焦らずに現状を分析し、次に取るべき行動を考えましょう。体力を温存する無駄な動きを避け、特に夜間は暖かい場所で休むことを心がけましょう。焚き火があれば体温を保つことができます。救助を信じる救助隊があなたを探していることを信じ、救助信号を出し続けましょう。絶望せず、最後まで諦めないことが重要です。自然の中では命の危険が身近にありますが、あなたの行動と知識が大きな力になります。最悪の状況でも前向きに考え、適切な行動をとれば必ず生還のチャンスがあるのです。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。